ずんだもんと、紬のパソコンパーツ発掘隊。 TD って何なのだ、野巻。どうも、シムシティの警察署です。邪魔なのだ。というわけで、今回は TD を紹介しますね。TD とは何なのだ。 TD とはパナソニックが開発した書き換え可能な光ディスクです。CD と同じ 650MB が記録できます。それはすごいのだ。当時としては大容量ですね。総変化記録方式なので、フェイズチェンジ、ディスク、またはフェイズチェンジ、デュアル。略して TD と呼びますね。総変化記録方式。図にするとこんな感じですね。円盤をレーザーで加熱するとその部分が溶けて気化します。とろけるのだ。レーザーをすぐに止めて急速に裂却した場合には、結晶化が始まる前に冷えて固まってしまいます。これが書き込む場合ですね。書くのだ。加熱後にレーザーを弱くしてゆっくりと裂却すると、結晶化して加熱する前の状態に戻ってしまいます。これが消去する場合ですね。消えるのだ。結晶化している部分としていない部分では、光の屈折率が違うのでこの反射光を読み取って、0か1のデジタル信号にするわけですね。そのあたりの仕組みは普通の CD と同じですね。なるほど。読み書きには専用の TD ドライブを使います。ちなみに TD ドライブは CD-ROM にも対応しています。それは便利なのだ。後ろ側はこんな感じですね。スカジー接続のドライブなのでそのコネクタがついています。ということで、利用するにはスカジーボードが必要ですね。ハードディスクの回で使ったやつなのだ。そうですね。こんな感じでスカジーケーブルで接続します。なるほど。ついでにジャンパーピンの設定もやっておきましょう。特装ロボ？違います。ドライブが内側の終端なのでターミネータを有効にします。ででんでんででん。スカジー ID は0番でいいですね。他の機器はつながないので、実際に設定したのがこちらです。右端の2つを指したのだ。それではパソコンに取り付けてみましょう。まずは5インチベイに差し込んで、スカジーと電源のケーブルをつなぎます。CD オーディオのケーブルもつなぎます。CD オーディオのケーブル？この写真だと分かりづらいですが、こんな感じでサウンドの CD 音声入力に接続します。接続するとどうなるのだ？接続すると音楽 CD の音が鳴ります。逆に言えば接続しないとなりません。それは困るのだ。対応したソフトならデジタルのまま吸い出して自力で再生しますけどね。なるほど。むしろ最近のパソコンだとアナログ再生できない場合も、そもそもドライブがついていないのだ。他のドライブ類も戻して取り付けが完了しました。起動してみましょう。スイッチオンなのだ。いつもの起動画面ですね。なんか違うような。まずはメモリチェックと IDE デバイスの認識から。続いてスカジーデバイスの検索中。スカジー ID が0番なのでこちらですね。MO ドライブと CD ドライブ、2つの論理ユニットに分かれていますね。なぜ MO ドライブなのだ？多分スカジーの規格を改定してクラスを新設するのが面倒なので MO のを流用したのでしょう。ほとんど同じ機能ですし。なるほど。どれにするのだ？ミーにしましょうか。壊れなければ便利ですよ。でも壊れるのだ。起動が早いですし、ドライバーとかも多いです。というわけで起動しました。まずはデバイスを見てみましょう。マイコンピュータを右クリックして、プロパティからデバイスマネージャのタブを選びます。CD-ROM を展開して、こちらが CD 側のデバイスですね。CD 側のドライブレターはいいドライブみたいですね。ふむふむ。続いてディスクドライブを展開して、こちらが TD 側のデバイスですね。同じデバイス名なのだ。TD 側のドライブレターは D
ドライブみたいですね。なるほど。マイコンピュータを開いて、実際に CD を入れてみましょう。イジェクトボタンを押して、トレイが出たのだ。とりあえず動いてはいますね。近くにあった CD を入れてみましょう。何の CD なのだ。さあ、何でしょうか。音ゲーなら安全だとかなんとか。左のランプが緑なので CD と認識したみたいです。よかったのだ。読めるとは限りませんが、右のランプが消えると準備完了の合図です。画面に戻りましょう。いいドライブのアイコンが変化しましたね。音楽 CD っぽいのだ。中身を見てみましょう。なんか入っているのだ。音楽 CD のトラックファイルですね。収録曲のトラック番号を抽象化したものです。なのでこのファイル自体に音楽データは入っていません。C 言語のポインターみたいなものですね。なるほど。そもそも概念オブジェクトなので実体はありません。ファイルを開くと再生が始まります。これは Windows メディアプレイヤー。世間では WMP とか呼ばれてますね。音楽や動画を再生するソフトです。なるほど。バージョン情報を見てみましょう。旧シリーズと書いてあるのだ。WMP 級ですね。XP 時代のものですが MIA 2000でも使えます。ちなみに Windows 11に搭載されている現行の最新のバージョンが Windows メディアプレイヤーレガシー。実質は WMP12 と同じものです。確か Windows 7から搭載されてましたね。つまり9は骨董品なのだ。 OS 自体も骨董品です。パソコンもなのだ。古いものは大事にしましょうね。その割には切断したり穴を開けたりなのだ。メンテナンスです。それはともかく、さすがにこのバージョンだとアルバム情報が取れませんね。ストアがサービス終了していて CD データベースが使えません。それは悲しいのだ。Windows 11に付属のものなら今も現役です。レガシー呼ばわりされてますけどね。それはともかくちゃんと音が鳴っているのだ。 CD ドライブとしては機能しているみたいですね。問題は PD が使えるかどうかですけどね。そうなのだ。 CD が使える機器はたくさんあるのだ。そうですね。ひとまずこれを閉じましょう。というわけで再びカメラなのだ。まずはトレイを開いて PD を入れてみましょう。載せたのだ。再びイジェクトボタンを押すとトレイが閉じます。おっと、また吐き出したのだ。もう一度押してみましょう。また出てきたのだ。これはあれですね。何なのだ。 PD 用のリミットスイッチが壊れているみたいですね。使えないのだ。修理が必要みたいです。というわけで分解したんですけど、バラバラなのだ。問題のリミットスイッチのコネクタを抜こうとしたら根元からも出ました。破壊神なのだ。普通ならこんな簡単には剥がれないので、多分ハンダが割れてましたね。とりあえず基板をよく見てみると、表面実装でサイズが小さい上にランドが剥がれてるじゃないですか。直せないのだ。もう少し観察が必要ですね。ここで秘密兵器の出番です。これは何なのだ。Amazon で売ってた顕微鏡。4000円くらいした高級な品です。しょぼいのだ。便利なスタンド付きですよ。組み立てたものがこちらです。なんかそれっぽくなったのだ。というわけで拡大してみました。下側が完全に剥がれてますね。よく見るとスルーホールで裏面に繋がっていたみたいです。ということは裏を見るのだ。調べたところ、この898番のテストポイントに繋がっていました。つまり穴に電線を通せば表側に出てくるわけです。なるほど。電線をテストポイントにハンダ付けして、基板を裏返すとここに出てくるわけです。
ネクタを乗せてハンダ付けすれば完成ですね。掃除前なのでハンダボールが散らばってますけどね。治ったのだ。多分これで TD を入れてもトレイは閉まります。ということで試してみましょう。トレイ開きまして TD を乗せるのだ。イジェクトボタンを押すと今度は入りましたね。左のランプがオレンジなので TD が入っているということです。認識したのだ。さっき修理したリミットスイッチが押されたら物理的に TD と判断しているだけだと思いますね。多分そうなのだ。読み込んでみないと生きているかわかりませんね。再び画面を見てみましょう。確か D ドライブでしたね。カチカチっとディスクが入ってないらしいのだ。やっぱりこうなりますか。どういうことなのだ。 TD は入っています。先ほど入れたので円盤の識別値が読めない、つまりレーザーの劣化ですね。それは光学ドライブの宿命のようなもの。どうすればいいのだ。ということでレーザー調整してみますか。まずは上蓋のネジを外してディスクを抜き忘れたので取り出し穴に硬い棒を差し込むと強制的にトレイが開きます。裏技なのだ。ペン板も邪魔なので外しましょう。側面に配線があるので外しましょう。反対側のこちらにもあります。黒い爪が4箇所あるのでペン板を持ち上げながら爪を押し込むと外れます。ペン板の裏側に配線の固定部品があるので先に外さないと配線が切れます。注意しましょうね。誰かやるのだ。さあ。というわけでお目当てのものがこちらです。レーザーの出力調整です。時計回りに回すと弱くなり、半時計回りに回すと強くなります。なるほど。基本的に少しずつ強くして試験しての繰り返しですね。いきなり強くして強すぎても読めないし、レーザーの寿命もますます縮むので、それは困るのだ。実は手持ちのものが3台あるんですけど、初耳なのだ。3台調整してみて、1台だけ読めました。他の2台は最大まで回しても無理でした。他の部品は壊れていないのだ。部品をシャッフルしても同じなので多分レーザーです。CD なら3台とも読めていますし。なるほど。というわけで、もう一度 PD を開いてみましょう。カチカチっと。開いたのだ。まだ空っぽですね。プロパテを見てみましょう。ちゃんと 650MB ですね。633MB と書いてあるのだ。仕様です。ファイルを書き込んでみましょう。ちなみに TD への書き込みにライティングソフトは不要です。ハードディスクで使われている FAT ファイルシステムなので、同じ感覚で使用できます。それは便利なのだ。デメリットもあるんですけどね。それは何なのだ。後でわかりますよ。書き込み終わったので正常に書けたか調べましょう。お坊ちゃま、Windows が到着しました。Windows! いかがですか Windows は。お坊ちゃまって笑ってお仕事 Windows Microsoft 何なのだこれは。多分システムリソースを知らないのでしょう。続いてもう一つ。 Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely. 正 Absolutely. 常みたいですね。いつも通りなのだ。この後は何をするのだ。パソコンの主な用途といえばベンチマークテストです。古代からの決まり事です。知らんのだ。というわけで、ゆっくりしますか。ゆっくりしていってね。というわけで、企画タイムです。またこれなのだ。NT の素晴らしさを布教するトーチャンネルとしては、メインコンテンツと言っても過言ではないでしょう。過言なのだ。というわけで、
PD の読み書き速度を調べてみましょう。それではテストを開始します。長いから加速するのだ。ちなみにテスト方法なんですけど、テスト用にファイルを作っておいたので、これを PD にコピーします。ほぼ PD1 枚分のサイズなので、1枚分の書き込み時間がわかります。なるほど。なんか画面がうるさいのだ。下の連中は画面馴染みなので召喚しました。なのでテストには関係ありません。加速すると賑やかすぎるのだ。想定外ですね。そろそろ片方寝るので大丈夫でしょう。眠ったのだ。行動値が溜まったのでしょう。なんか左側の時計が止まっているのだ。ベリファイが始まりましたね。処理は行われているので問題ありません。ベリファイとは何なのだ。ベリファイとは検証作業です。つまりちゃんと書けたかチェックしています。なるほど。 PD はベリファイが必須で無効にはできません。なので書き込む時には実質倍の時間がかかります。それは良くないのだ。書き込みはキャッシュメモリに送るだけなので、待ち時間で他の作業ができますが、ほうほう。ベリファイは書いたデータを読み込んで元のデータと比較しないといけないので、そのような余裕はありません。なるほど。そろそろ減速するのだ。ちなみにですけど、遅延書き込みというのを有効にするとベリファイ中でも一応操作できるんですけど、なぜそうしないのだ。遅延書き込みを有効にすると14分の時点で進捗が 100% になってコピーダイアログが閉じてしまいます。それは早いのだ。見た目は完了したことになるんですけど、作業はひたすら続いています。ハードディスクと PD が交互にガリガリしていて超重たいですが、動画では伝えづらいので無効にしてあります。結局書き込み終わる時間は同じですし。なるほどなのだ。ちなみに途中での中止は許されません。シャットダウンや再起動を命令すると Windows は終了するんですけど、 MS-DOS の黒い画面になって書き込み終わるまで待たされます。地獄なのだ。電源スイッチという解決策がありますけどね。食われるのだ。そもそもこの話は Windows 9X の仕様であって PD に限った話ではないんですけどね。それはそうなのだ。そろそろですかね。 NT 側が完了したみたいです。勝ちなのだ。右側はまだ寝ているみたいですね。書けたか確認するのだ。 PD の中身を見てみましょう。カチカチっとテストファイルがコピーされていますね。ベリファイエラーが出ていないので中身は正確なはずです。成功なのだ。右側も完了しました。時計が動き出したのだ。プロパティを見ると 3.85MB 空いてましたね。計算ミスなのだ。時間測定的には5されるでしょう。別に厳密なテストでもありませんし。それはそうなのだ。ちなみにタイムは NT 側が31分11秒、右側が31分40秒くらいですかね。30秒差なのだ。書き込み時間の32分から考えるとほぼ同じと言っていいでしょう。そうなのだ。処理時間がほぼ同じということは止まらずにサクサク使える NT が便利です。それが言いたいだけなのだ。決してそのようなことはありません。PD に1枚分を書き込むには32分かかるという超重要なデータが得られたわけです。カタログスペックや小容量の速度テストではわからないデータです。なるほど。最初は転送速度を測ってたんですけどね、途中で意味ないなと気づいたんですよ。そうなのだ。その話の前にとりあえずシャットダウンしましょう。元に戻るのだ。ということで速度の話なんですけど、計測の様子がこちらです。回を受けん128倍。
結果が出ましたね。全体書き込みだと重要なのはシーケンシャルの数値ですね。読み込みが最大 1.1MB 毎秒。書き込みはベリファイも必要なのでその約半分。さて、630MB 書き込むには何分かかるでしょう24分くらいなのだ。そうですね。ところで実際の結果は32分くらいだったのだ。そうですね。計算すると1秒あたり 330KB くらいになりますね。速度テストより遅いのだ。結論を言うと TD の読み書き速度は一定ではありません。内周と外周でかなり違います。なので実際の所要時間も場所によって異なります。なるほど。スペック値があっても実際の時間は不明なわけです。わかるのは最速値と最適値、そこから得られる平均値だけです。ふむふむ。なので空っぽから満タンまで書くと32分くらい。その程度の認識で十分なわけです。なるほどなのだ。ファイルの物理アドレスとセクタあたりの速度変化量、それらを計算するともっと詳しく出ますけど、大して意味はないでしょう。そうなのだ。そもそも FAT ファイルシステムなので、ファイルの配置が連続している保証がありません。断片化していれば途中でセクタの位置が飛びますし、アロケーションテーブルへのアクセスも必要になります。アロケーションテーブル？ファイルの地図のようなものです。ファイルがディスクのどこにあるかを記録してます。なるほど。そうなると当然意味を持つのはランダムアクセスの性能なわけです。一番下の数値を見てみましょう。絶望的な遅さなのだ。簡潔にまとめるとですね、TD は断片化の影響をめちゃくちゃ受けます。このピックアップ部分が物理的に往復するので、ハードディスクのスイングアーム式ヘッドの比ではありません。あ、わからない場合は前々回を見てください。ビッグフットの回なのだ。デフラグという解決策はありますが、TD に使うと死ぬほど時間がかかります。ディスクやドライブもマッハでいかれるでしょう。つまり光学メディアに FAT ファイルシステムは適していません。使うなら断片化の発生しないバックアップ用途でしょう。間違っても OS を入れようなどとは思わないように。ということは Windows を入れてみましょう。知ってたと思っていたんですけどね。疲れたので次回にしましょう。そろそろ前回から一月になりますし。それはまずいのだ。ということで次回予告です。やめて。 Windows のアクセス量で TD に書き込まれたら書き込んでいる TD ドライブのレーザーダイオードまで燃え尽きちゃう。お願い、死なないで TD ドライブ。あんたが今ここで倒れたら動画の企画はどうなっちゃうの？レーザーダイオードのライフはまだ残ってる。ここを耐えばこの動画は完成するんだから。次回 TD ドライブシスデュエルスタンバイ。違うのだ。というわけでお楽しみに。ところで今回の Wii と NT の比較なんですけどね、 NT はまだ本気出してないんですよね。どういうことなのだ？公平性を考慮して CPU を抜いておきました。抜いたら動かないのだ。もう一つあるから大丈夫ですね。 QX ってシングル CPU 専用設定なわけでしょ。そうなのだ。 NT がデュアル CPU で無双したら勝てないじゃないですか。特にディスクのアクセス待ちなんか。ふむふむ。Wii がボケっと待ってる間も NT 側は2スレッドでさばき続けるわけですよ。ずるいでしょ。確かにそうなのだ。ということで減らしたわけです。なるほどなのだ。パソコンの中が前と違う気がするのだが、前のマザーは壊れました。多分コンデンサですね。そのうち修理しようと思います。ネタを確保なのだ。ちなみに後ろに何か見えますが、気のせいです。そうなのだ。というわけで次回に続きます。見ないと人生の 1% ほど損しますね。多いのだ。チャンネル登録やいいねボタンを押すと少しだけハッピーになれるかもしれません。誰がなのだ？秘密です。というわけでご視聴ありがとうございました。また見るのだ。